年前にうちオープンしたんですけど、冷麦屋さんって世の中に一軒もなかったので、2年前に今度は北海道にできて、今年岐阜にもできたので、冷麦屋さんって世の中に今3軒しかない。冷麦の歴史はすごい古いです、実は。そばとかうどんよりも古いんじゃないかって言われてるぐらいなんで、実は麺類だとそうめんが一番古いんですよ。中国から伝わってきたんですけど、そうめんが伝わったすぐ後ぐらいに、冷麦も、の原型である切り麦っていうものです。小麦粉を包丁で切るっていうスタイルです。それが伝わってきたのが、おそらく、室町時代の前。一般的になってきたのが江戸時代とかそこら辺。これは2番出し用です。基本的にお蕎麦屋さんって2回出し取る。これが1番出しで、これ一番いいやつなんで、メインのおつゆなんですけど、2番出しっていうのは、大体煮物を使うとか、あと、かけつゆ、薄い出汁を作るときに。神楽坂のミシュラン取ってるお蕎麦屋さんで修行してたんですよ。で、そこが実は手打ちの冷麦をやってたんですよ。そこで初めて生麺の冷麦を食べてめちゃくちゃ美味しかったのがまず1個あるのと、あと、結構お客さんの中には、そうもいいけど、冷麦すごい美味しいよね、とか、だからその冷麦でその蕎麦屋の取材切ったりしてた。ってことは、これ、このまま冷麦だけ切り抜いてれば、それはそれでいけるんじゃないっていうのがありました。この生麺の冷麦っても全然違うんですよ。今まで食べた冷麦とはもう全然違うっていうのがもう一口目からわかる。一番のこだわりはやっぱり麺ですね。自家製麺ってところですね。はい。重なっていくんです。
家蕎麦屋なのに冷麦屋をやってるっていうかなりね、珍しいパターン。ここにやってるのも土地勘があるからって感じですね。昔からずっと住んでるんで。もつ煮で煮たもつをカレーと一緒に合わせてる。小麦と塩と水だけですね、材料は。まあ、全粒粉が入ってるんで、まあ、ちょっと色がついてたりとか、蕎麦っぽい感じになってるっていうか、特殊な全粒粉を仕入れていて、それが香川の方にある、讃岐の夢っていう品種があるんですよ。はい。讃岐うどんを作るための、香川県民が開発した、それの、しかも石臼で引いたってやつです。石でゆっくり引いてるので、すごい味が残るんですよ。香りが。このベースはやっぱお蕎麦があって、お蕎麦屋さんで石臼で引いてるじゃないですか。あれって、蕎麦の香りを飛ばさないために、わざわざゆっくり石臼で引いてるんですよ。理由がちゃんとあるんですよ。じゃあ石臼で引いてくれる小麦粉がそもそもあるのかみたいなところで調べて、熊本の会社か、その香川の会社かみたいな。で、両方取り寄せて味を確認したら、香川の方の石臼引きのやつの方が、まあ、圧倒的に香りが良かったんで、はい。次もつみから失礼します。はい、ありがとうございます。最初に1週間だけ、1週間だけいつもあるんですよ。じゃあ3つ盛りですね。これが、おつまみきつねとみょうがの3倍酢で、冷麦の刺身になりますので、お刺身はそのままでもいいですし、わさびはお塩醤油で召し上がる。はい。バター醤油。結構うちの場合、その全粒粉が入ってるので、まあ、茶色っぽいというかね、お蕎麦っぽい感じになってるっていうのが特徴でありますね。観光でなんかこれメインで。あ、そうなんですか。そうです。これメインで。国の規格では1.3 ミリ以下がそうめん、1.3 ミリから1.7 ミリが冷麦と1.7 ミリ以上がうどんみたいな感じの、もともと歴史とかっていうのが全然違うんですよ。冷麦っていうのはもともと切り麦って呼ばれてたので、こうやって包丁で切って作るのが本来の作り方なんですよね。そうめんは手延べじゃないですか。だから紐状にして伸ばして作るっていうのが本来のそうめんの作り方なので、そう、歴史的に全然その作り方の過程みたいなのが違ってるんですよね。はい。だから昔は切り麦のうち冷たいの冷麦、あったかいの厚麦、蒸して食べるの蒸し麦、ぬる煮で食べるぬる麦ってその食べ方によって全部名称が違ってたっていうのが江戸時代あるので、昔ってやっぱり製粉技術が優れてないので、お湯に入れてると切れちゃってたりで、麺が切れる状態になってたんで、そうやって蒸して麺を火を入れるっていうのがあって、例えば今お蕎麦屋さんでもせいろとかってあるじゃないですか。あれって蒸してたから
もともと蒸して出してたからせいろって未だにその名残が残ってる。そう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 。天ぷらお野菜から失礼します。天ぷらお野菜からですね。アジアの天ぷらは卓上のお塩で食べていただいて、左端についてるお味噌はこの後お肉の天ぷら出ますので、その時でついてください。もともとは普通の粗塩なんですけど、それに昆布の出汁を染み込ませて、はい、もう一回乳鉢っていう細かくするのですり直して、そうするとすぐ口当たりが良くなるので、沖縄の方に雪塩っていうのがあるんですけど、それに近い形に塩気が一瞬で消えるので、すごい天ぷらが美味しく感じる。そうですね。はい。冷やみ専門店ってうちが最初だったんで、4年前にできて、2年後に北海道にできたんですよ。今年とうとう岐阜にですね、冷やみ専門店できました。今世の中に3軒出ますね。来てますね。左端についてるお味噌で。はい。筋ハラミという豚肉の横隔膜の周りの部分の天ぷらです。平たい麺で作ってます。これうどんときしめんの間ぐらい。あったかいのちょっと平たい麺で作ってますので、うどんときしめんの間ぐらいの。せいろ乗っていただきます。せいろの冷や。せいろの冷や。すみません、失礼します。
ちら、よかったら、スーパーで売ってる乾麺の冷麦ですね。冷麦食べるの10年ぶりって人も結構いるので、はい麺の食べ比べ用に。はい。生麺なんで活性率、そう水分量みたいなのが普通のと比べたら全然多いのと、あとはやっぱりその全粒粉が入ってるので、まあちょっと香りというか、その小麦の味がしっかりするっていうのが特徴ですね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうもです。どうぞ、一番奥の席どうぞ。手前側の方でお願いします。どうぞ。全部盛り。全部盛り。はい。カレーの消失礼します。全部盛りのお客さんです。冷やしメトロコンですね。冷やしメトロコンです。どうも、ございます。めちゃくちゃ美味しいです。こちらよかったらスーパーで売ってる乾麺の冷やみですね。よかったら麺の食べ比べやってどうぞ。つるつる感というか、香りとかも違う感じですか。はい。失礼します。では、筋もつにおつまみきつね、最後、冷麦のお刺身になりますので、お刺身そのままでもいいですし、わさびやお塩、醤油でお付けしてください。はーい。
大盛りの大盛りですね。で気づいたら大丈夫ね。赤いあったり、こういうちゃう。この名前を消してる方はね、お願いします。はい、どうも。ありがとうございました。ありがとうございます。